にちは、ビライフのマリコです。今日は私が産後ダイエットとして実際に取り組んでいた足痩せエクササイズを行っていきます。足をかっこよく引き締めたい方、そしてすらりとした綺麗な足のラインを作りたい方にとてもおすすめです。たったの10分でできますので、一緒に頑張っていきましょう。最初はスクワットからニーサークル、膝をぐるっと前から横へと回していきます。交互に行っていきましょう。さあ、スクワットはお尻を後ろに落としてから膝をぐるっと回します。交互に片足ずつ回していきましょう。さあ、足を回すとき上体が煽られやすいので、しっかりお腹にも力を入れて上体がぶれないように足元も強く、股関節をまずはぐるっと大きく回していきます。股関節の可動域が広がり、これから行うエクササイズも効率よくできるようになっていきます。あと10秒いきましょう。さあ、続いては足を広げたら膝つま先を外に向けて膝を曲げて、そのままヒールアップ。両手は横から上に持ち上げます。スタート。両手横から上、膝を曲げたら下ろしてかかとをアップ。繰り返します。さあ、前後薄い隙間に挟まれたように行っていきましょう。お腹を薄く保って、かかとはできるだけ高い位置へと持ち上げることでふくらはぎの筋肉も刺激していきます。キュッと引き締まった足首を目指しましょう。膝つま先の向きを必ず揃えます。股関節を広げて内ももも刺激していきましょう。あと5秒です。さあ、続いてはダブルサイドランジ。片膝ずつ2回曲げてストレッチ、交互に行っていきます。お尻を後ろに落とすように膝を2回曲げて真ん中ストレッチ、反対側行きましょう。さあ、背骨を長くまっすぐ保ったまま行っていきます。膝つま先はまっすぐ正面です。さあ、曲げている足側、お尻サイドを刺激していきましょう。伸ばす足の内ももにもストレッチを感じていきます。さあ、上体は傾かないようにまっすぐ保ったまま胸を起こして行っていきます。お腹に力を感じて、あと5秒。さあ、続いては前後に足を大きく広げてバウンドさせるように膝を曲げていきましょう。さあ、軽く弾むようにバウンドさせて後ろの膝を折り曲げていきます。さあ、前の足は均等に重心を感じて後ろの指の付け根でもバランスをとっていきましょう。ポイントは骨盤の位置をまっすぐしながら保つこと。お腹も薄くしたまま体幹がぶれないようにコントロールしていきましょう。下半身全体の筋肉をバランスよく鍛えることができます。さあ、最後まで背骨をまっすぐ保って、足を取り替えて反対側、次は行っていきましょう。さあ、引き続きお腹を引き締めながら軽くバウンドさせていきましょう。骨盤と背骨をまっすぐ安定させたまま最後まで行っていきます。下半身にある複数の筋肉を同時に鍛えることができるエクササイズです。さあ、だんだん足もきつくなってきます。骨盤が前のめりにならないようにしっかり骨盤を立てながら行っていきましょう。あと10秒です。さあ、続いては四つん這いから膝を横に広げてぐるっと回していきます。膝を横に広げたら上からぐるっと下ろしていきましょう。繰り返します。下ろす膝は浮かせたまま行ってください。
さあ女性らしいお尻の丸みを形成する中殿筋とハムストリングスを鍛えていきます。体幹が傾かないように最後まで中心に置いたまま行っていきましょう。さあ膝を横に広げた時、お尻サイド中殿筋に圧がかかっていきます。さあお腹を引き込んで、あと5秒です。だんだんお尻が熱くなってきます。さあ次は同じ動き反対側から行っていきましょう。さあ膝を横に広げたら上を通過して回します。さあ上通すとき、ハムストリングス太ももの裏もしっかりと感じていきましょう。膝の角度を変えずに股関節を開き、すねが床と平行になるまで上げてから下ろしていきます。さあ腰もね反れやすいので、お腹をしっかりと最後まで引き込んで行っていきましょう。さあだんだんお尻サイドがきつくなってきたら正解です。あと5秒です。続いてはうつ伏せからかかと同士をくっつけて膝を開いてストレッチさせていきます。さあ足はカエルのように広げ、かかとをぐーっと遠くに押し出した時、膝、お尻をキュッと締める意識を働かせていきましょう。慌てなくていいので、一回一回丁寧に足を伸ばした時、キュッと内側に締める感覚を味わってください。さあ内もも、お尻の穴をギュッと締めて、骨盤底筋の強化にも効果的です。さああと10秒です。内ももをしっかりと閉じて、さあ続いては横向きになって下の足を上げ下げしていきます。さあ下の足床につけないように細かく上げていきましょう。息を吐きながらアップアップ。さあ動かす足の内転筋、内ももが鍛えられていきます。冷えやむくみなどがたまりやすい内もも、しっかりと鍛えることで冷えやむくみの改善にも効果的です。さあ最後まで内ももに意識を持って行っていきましょう。あと10秒です。さあ続いては反対側行っていきます。さあ続いても内ももを感じていきましょう。鍛えたいところに意識を持って行っていきます。内転筋の強化は骨盤を正しい位置に安定させるのに役立ちますので、骨盤調整にも非常に役立ちます。さあ特に横脚を直したい方、しっかりと内ももを鍛えていきましょう。すらりとしたまっすぐ綺麗な足作りにおすすめです。さあだんだん足が重く感じられます。あと10秒頑張って、最後まで内ももを動かし続けて、さあ続いてはお尻を上げた状態からそのまま片足でお尻をリフトしていきます。さあ右足を上に持ち上げて、左の足裏しっかり床を押してお尻を持ち上げていきましょう。さあ左のハムストリングス、ももの裏側とお尻をダイレクトに刺激していきます。きつい方は上の膝を曲げながら行ってみてください。吐く呼吸でアップ、吐く呼吸でアップ。お腹を引き締めて、さあお尻を高い位置へと引き上げるのに効果的です。さあ最後まで頑張っていきましょう。お尻が下がらないようにアップ。もう少し。さあ最後は反対側行っていきましょう。スタートです。さあ今度は右の足裏でしっかりと床を押して、
さあお尻はできるだけ高い位置へと引き上げるようなイメージです。ももの裏側、お尻の筋肉がダイレクトに鍛えられていきます。下半身の筋肉は全身の60から 70% を占めると言われていますので、足やお尻をしっかりと鍛えることで自然と基礎代謝も上がりやすくなってきます。さあ頑張って、あと10秒いきましょう。さあ最後までお尻をしっかり持ち上げて、あと5秒。OK、 お疲れ様でした。頑張りました。はい、お疲れ様でした。一緒に頑張れたという方はいいねボタンや、コメントもお願いします。また次の動画でお会いしましょう。